こんにちは、ピロムサマーです。ディアブロ4アーリーアクセスは日本時間6月2日朝8時から、正式ローンチは週明け6月6日から、いよいよってなってきましたね。全世界同時一斉ローンチですから、お間違えなきよう。ところで皆さんは最初に選ぶクラスはもう決まりましたか？まだの方はこの動画も参考にしてみてくださいね。ズバリ断言、最初に選ぶべきクラスとは？先日アップした私の動画、どのクラスを選べばいいの？でもプレイ動画を交えて少し触れていましたね。まだご覧になっていない方は概要欄のリンクからご覧ください。では改めて公式サイトを見ておさらいしてみましょう。まずはバーバリアン。ディアブロシリーズではもうおなじみですね。斧や剣を持って戦うクラスです。味方にかけるバフ、敵にかけるデバフを持っています。現状コープではタンクしながらダメージを与えるクラスとなります。次にドルイド。クマやオオカミに変身して戦うクラスです。クマだと比較的タンク寄りのビルド、オオカミだと近接 DPS 寄りのビルドと選ぶスキルツリーによって戦い方が変わるクラスです。ソロの時のビルドとコープの時のビルドを変える必要があるかもしれませんね。ネクロマンサー。死体からスケルトンを召喚したり、死体を爆破して敵にダメージを与えたりとトリッキーなクラスかと思いきや、このディアブロ4では比較的操作は難しくなく、初心者の方でも十分遊べるデザインになっていると思います。ソロで遊ぶ時にも寂しくないクラスと言えるでしょう。ローグ。近接だけかと思いきや、弓矢を放って敵を倒すこともできます。ビルドによっては近接だけ、弓を使った遠距離だけ、もしくはハイブリッド。また、なんと罠の設置もあり、かなり遊ぶ人の個性が試されるクラスに仕上がっていると思います。おそらくですね、ゲームパッドで遊ぶためにデザインされている印象を特に強く受けました。最後になりました。ソーサレス。男性だとソーサラーですね。氷、雷、炎の魔法を駆使して遠距離から戦うクラスです。敵に囲まれると比較的苦しい局面もありそうですが、ダメージを吸収してくれるアイスアーマーや緊急脱出のテレポートという非常に使い勝手の良いスキルを持っています。はい、ここまでがディアブロ4の全クラス紹介です。どれも魅力的ですよね。こういうゲームが好きな人はどうせ全クラス遊ぶからいいとして、初めてこういうゲームを遊ぶ人は最初に選ぶキャラクターというかクラスを選ぶのってすごく大変だと思います。いろんなね、動画や記事を読んで、ああでもない、こうでもないって悩んでいらっしゃるかもしれません。ここで断言します。他人のね、決めたランク付けとかね、まだ始まってもいないゲームでどれが最強とかで選ぶんですかね。自分が一番楽しいとか好きだって思うクラスで遊ぶべきではないのでしょうかね。そもそも強いとか弱いって何なんでしょうね。極端に強い弱いなんて絶対ね、ないと思います。そもそもサービスがいざ始まってみてね、あまりにバランスが取れていない場合はナーフされちゃうことだってあるでしょう。逆にね、テこ入れだって起こりうるでしょう。その辺のね、バランス調整はブリザードさんの開発側の問題であって、プレイヤーはね、今からそういうことを気にする必要なんてないんじゃないでしょうかね。こういうね、ディアブロみたいなゲームが初めてだとか、時間の都合で1クラスか2クラスしかやらないなーって人こそ、自分の性格や信念で選んだ方がいいと思います。いわゆる
個人のプレイスタイルってやつですね。プレイスタイルが現状ない方は、そう、直感で選んだ方がいいです。大丈夫です。あなたが愛情を持って接していれば、そのキャラクターは最強なのです。まあね、いざ作ってみて、たとえ自分のメインクラスが今後ナーフされようが、ねえ、好きでやってるんだし、だからってやめたりせず続けるでしょ？だってねえ、やっぱ強かろうが弱かろうが好きで選んでるんだもんね。だから短絡的な思考じゃなくてロマンを追い求めてほしいです。どのクラスを選んでも絶対に楽しいですよ。で、スキルなんですけれども、どれが強いとか今は考えないでいいと思います。ただシナジーするように意識してみてください。はい。人様の作ったビルドをね、コピーするよりも、あれこれ試行錯誤してみるのも、ハクスラの醍醐味ではないでしょうか。と、私は思います。結論。他人のレビューに左右されないでください。あなたが好きで選んだクラスを好きになってあげてほしいです。で、人の意見を参考するなと言いつつ、ね、私もそういう風に言っちゃっていますが、それでね、ちょっと破綻してる気もしますが、一つの意見として聞いてください。でね、私個人はどのクラスを選ぶのか、やっと決めましたよ。で、私は今までいろんなゲームをやってきましたけど、盾を持つクラスをメインにしたことはありません。盾は甘え。敵の攻撃なんて全部避ければ、盾なんて飾りでしかありませんからね。なので、やられる前にやれ。というポリシーを持ってゲームを続けてきています。なので、今回のメインクラスは、ローグにします。もしかしたらね、コントローラーの方が操作は楽で便利かなとは思いますけれども、それでね、コントローラー接続するかな。でも、別に特にこだわりはないです。ただ、とりあえずはマウスとキーボードでやります。私にとってね、近接こそ愛、ロマンなんですよね。ちょっとね、脱線しますが、同じブリザード社のゲームで MMO のワールド・オブ・ワークラフトってのを一時期遊んでいました。一番最初に選んだのはオークローグでしたが、割と早い段階でフォーシェイケンのウォーロックに変えました。その後ね、牛でドルイドやったりなんだかんだで、結局全クラス育てましたが、近接好きと言いながらも全部いじった結果、ウォーロックが一番自分のプレイスタイルに合致していたんですよね。なのでメインクラスはウォーロックになりました。私、近接好きだと思っていたけど、キャスター系もいけるんやなって発見がありましたね。これもやってみないとわからないことですよね。脱線はここまで。ディアブロはロマンを追い求めるゲームなんじゃないでしょうか。俺つえーがしたいのであれば、自分がつえーと思えばもうそれはつえーのです。正解は己の心の中にあります。ディアブロに最強クラスとか絶対ありません。自分のキャラが最強なんです。好きなクラスでね、楽しんでいきませんか？というわけで、繰り返しになりますが、あなた自身を信じて、最初のクラスを選んでみてください。サービスがね、始まりましたら、ばったりお会いできる機会があったときは、気軽にね、お声掛けください。エモートとかチャットとかね。ノラも結構好きなので、
グループのお誘いもお待ちしております。そして、アーリーアクセス後は YouTube で実況します。スイッチはね、どうかな。一応様子見はしますが、現状は YouTube 一本の予定です。なのでね、ディアブロ4の実況も、見てほしいんですけれども、リアタイできない方はアーカイブで見てください。よろしくです。この動画をね、気に入っていただけましたら、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。またお会いいたしましょう。ピロムサマーでした。バイバーイ。